こんばんは。はるけです。今回はミッドフィルダー選手ティアリストになります。選手の強さを5段階で評価したものがティアリストになっているので、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。今回もですね、新イベントの選手を追加をして更新をしました。それでは早速紹介をしていきます。こちらがミッドフィルダー選手のティアリストになります。まずは D ですね。D はですね、新しく入れた選手はいなくてですね、金のチュアメニだったりとかを下げました。あとは TOTW のミリンコビッチ・サビッチも新しく更新を、してます。であとはガットゥーゾかな。センチュリオンズのガットゥーゾを下げたということになってます。まあそこまで、強くはない選手になっていて、他に代わりはいるかなという風な選手たちになりますね。で、そして続いては C ですね。C はですね、目標で来てました TOTY 特別賞のジャカですね。で、あとは下げた選手としてはファンバステンかな。ウィンターワールドカードのファンバステンを、少し下げたという形になってます。あとは金の隣も、下げてます。新選手のジャカに関しては、やっぱりね、Y の候補、強化されて強くはなったんですけど、この人じゃなくていい感っていうのがすごくありますね。もちろんパス面に関してはさすがな部分はありますし、守備に関しても若干できたりとか、あとは積極性もね、99になっていて、リアクションも90あって、すごくいい部分はあるんですけれども、やっぱり重たさっていうのがあったりしたり、あとはペースも遅いっていうのがちょっと個人的には厳しいところですね。本当にパスだったりとか、守備面がちょろっといいぐらいかなっていう風な感じにはなりますし、どうしてもね、3-3っていうこともあって、前線には行きづらいっていう感じにはなりますので、もちろん特徴としてね、いい部分は持ってるんだけれども、総合的には、そこまで強い選手ではない。やっぱり目標の選手だなという風な、印象を受けますね。で、そして続いては B ですね。B はですね、追加した選手はいないということになってます。ただ、下げた選手として、サンダーストラックのフェキルだったりとか、あとは FC プロライブのデレアリだったり、そして、TOT ですかな。TOTGS のグラーフェンベルクだったりとかを下げてます。前回からと下げてます。あとはウーデゴールもここに1をしてます。で、そして続いては A ですね。A はですね、追加した選手としては TOTY アイコンのシャビになります。で、下げた選手も何名かいて、レディオアクティブのカンテだったりとか、あとは TOTGS かなのムシアラだったり、そしてサンダーストラックのデヨングも、今回ここに下げてます。新選手のシャビに関してはかなり強化をされましたね。本当にベースの時から見違えるほどに変わった選手かなと思います。逆足はですね、3から5に上がっていて、パスが上手くてドリブルが軽い、そして守備もしっかりできるようにはなっているという風なことですね。特にインターセプトなんかもね、しっかりしてくれる選手にはなりますし、もちろんフィジカルはそこまでないので、できれば 3CM の一角がいいとは、思います。ただ全然できるようにはなってますし、ペースもね、86まで上がったっていうのは非常にでかいかなと思います。冷静さが高いので、思った以上にシュートを決めきれる力っていうのを持っていたりしますし、本当にテクニカルのプラス、そしてロングパスのプラス、2つのプレイスタイルプラスを持っているっていうのも、やっぱり Y ならではの強さかなというふうに思います。あとは他にはですね、パス面ついていたりとか、トリベラついてたとかするので、結構ね、本当に、化けたと言ってもいいぐらい、強くなった選手の一人かなというふうには思います。特にシャビ好きな方だったりとかは、本当に楽しく、そしてまた違いを作ってくれる強くですね、使えるんじゃないかなというふうに思いますね。で、そして続いては S ですね。S はですね、新しく追加した選手としては TOTY のベリンガム、そしてデブライネ、そしてロドリ。こちら TOTY ミッドフィルダー3名の選手をここに入れてます。そして SBC で来ましたフラッシュバックのブルーノもここに入れてますし、TOTY アイコンのビエラもここというふうなことになってます。まずは新選手 TOTY ベリンガムですね。もうえぐいです。とんでもない。もう4-4っていう風なことが人によっては本当に強いてやっぱ5-5の方が良かったなとか、スキルか逆足どっちが5が良かったなとかっていう風な不満ぐらいしかない選手になりますね。攻撃、守備、何でもできます。本当に攻守にわたって動ける選手、さらにボールを持った時でもですね、軽さっていうのが、ある選手になります。で、パスも上手いし、スピードも90あって、さらにテクニカルのプラス、パワーシュートのプラスを持っているっていう、
もう素晴らしいことになってますね。さらにインターセプト、あとは容赦なしだったりとかもついているっていうのもいいのかなというふうには思いますね。本当に、今の現環境一番強い CM の選手かもしれないっていうぐらい本当にボックスボックス最強の選手かなというふうに思います。またポジションに関しても今作はですね、やっぱ CM はできるんだけれどもキャムできひんかったりとか、CDM できひんかったりとかは、していた選手になるんですけど、ワインのカードはキャムもあとは CDM もどちらもできるようになっているっていうような感じになっているので、今日ここも大きいのかなというふうに思いますね。でそして続いてはデブライネですね。Y のデブライネ。こちらも Y 選手として非常に強化をされて、さすがデブライネという風な、シュートだったりとかパスっていうのを見せて、くれますね。デブライネだからこそ決めきれた。デブライネだからこそ通せたっていう風な、本当にこう違いが作れる選手になってます。持っていたら楽だなという風に思わせてくれる選手の一人になりますね。で、もちろんちょっと重たさっていうのは、あります。めちゃくちゃ軽いっていう風なわけではないですけれども、全然扱えるレベルにはなりますし、守備面に関してもしっかり強化をされました。全然 2CM の一角任せてもいいぐらいの守備力っていうのはありますね。守備よりかは守備はまだできるかなっていう風な感じになってます。で、ペースに関しては85まで上がりましたし、あとは今週のプラスついてるっていうのがね、結構ここでかいなっていうのは思います。もちろんアウトカーブのシュートっていうのも決めきれるんですけれども、遠目からの今週だったりとかも理不尽に決めきるっていうことができます。やっぱりこの選手がね、中盤っていうことがやっぱりえぐくって、アタッカーの選手にパスを出そうかっていうね、風な素振りを見せながら遠目から打つっていうこともできるので、非常に、理不尽なカードだなというふうに思いますね。で、そして続いては Y のロドリですね。TOTY。ロドリが TOTY に選ばれるのは作品初かなというふうに思います。自分バーサスね、直近だと使ったんですけれども、バーサスから考えてもかなり強化をされてます。めちゃくちゃ強くなってる。ロドリ、この TOTY のカード使ったんですけど、本当にね、フィジカルで負けないし、取り感も素晴らしいし、かつペースも88あって、何にも遅さを感じないです。普通に追いついてくれるし、足出してくれる。で、勝手に取ってくれて、インターセプトとか AI 面もいいし、いるとこもいいし、これこそがロドリだなっていう風に思いました。本当こうリアルのロドリの活躍をちゃんと反映されてくれてるなっていう風に思いましたね。で、ブルーザのプラスもついてるんで、先ほどのフィジカルの部分、もちろん能力も高いっていうのもあるんですけど、多分ブルーザのプラスで、本当にね、相手選手がつまずいてるんだけど、こっちは普通に体入れてるだけですねみたいな感じで取るんで、かなり守備に関しては安心ができる選手にはなりますね。で、パス面に関してもうまいですし、逆足も4になったので、本当に両足からですね、素晴らしい精度のパスっていうのを送れる選手になります。で、あとは基本的にドリブルですかね、多分不安視してる方が多いのは。ただドリブルに関しても、別に全然持てるようになってるというか、もちろんめっちゃ軽い、小回りが効く選手ではないんですけど、普通に、持っていく、前に運んでいくことができる選手にはなりますし、そんなになんかこう、マイナス点ではないですね、個人的にそのドリブル。なので、めちゃくちゃ強くなってるなって、本当に使っててびっくりして、ロドリの安心感ってのはすごいなというふうには思いました。値段も200万ちょっとぐらい増してて、多分この先ね、下がるとは思うんですけれども、全然値段が高い選手に価値があるなというふうには思いましたね。で、そして続いてはフラッシュバック、ブルーノ・フェルナンデスですね。SBC で来てる選手、80万コインぐらいかな。で、作れる選手になります。かなりアップグレードをされました。この人もちょっとこう別人レベルになってるなという風な、感じですね。特にやっぱりシュート面かな。パス面はやっぱりもともと上手いっていうのはブルーノ分かると思うんですけど、シュートがね、かなり上手くなってます。特に逆足読んで、逆足で打っても全然決めきれるっていうのがすごいところだなと思います。で、また、やっぱりアウトカーブですね。遠目からのシュートっていうのもこの人しっかり決めきることができますし、本当にロングシュート値、あとはカーブ値っていうのは偉大だなと改めて感じます。もちろんトリベラついてるんですけど、やっぱり能力の部分もでかいのかなと、思います。なので本当に 3CM の一角としては、
非常に素晴らしい最強クラスの選手だと思いますし、通支援を任せれるかなというふうには全然思いますね。ただフィジカル面がそこまで強い選手ではないので予測はついてるんですけれども、ちょっと取りきれない場面も少なからずはあるかなっていう風なところですね。ただこの人も状況によっては勝手に取ってくれたりとか、しっかりプレスバックしてくれる選手にはなるので、かなり個人的には作ってよかったな、非常におすすめの SBC 選手だなという風に思いましたね。現環境全然 S ランクに入っててもおかしくないかなという風に思ったので、ここに入れました。で、そして最後、パトリック・ビエラですね。TOTY アイコン。この選手もですね、この TOTY になってからですね、非常に強化をされました。特にプレイスタイルプラスのところですね、ブロックとインターセプト、守備面のところがですね、2つついているっていうのは非常にでかいなというふうには思います。フィジカルは強くって、ディフェンス能力っていうのは半端なくって、ペースも87あるので、CM の選手ではあるんですけれども、ボランチだったりとか、センターバックとかで使うのも全然ありだというふうに思います。で、この人予測はないんですけど、いりません。予測いらないし、いらないっていうか予測持ってんちゃうかっていうぐらい、マジで貫通しません。貫通しないし、しっかり取り切れるっていうことができます。あとは勝手に取ってくれます。勝手に足伸ばして取ってくれたりとか、勝手に寄せに行って取ってくれたりとかするので、マジで守備線の選手、ボランチの選手としてはめちゃくちゃ優秀です。で、また逆足が4になったこと、そしてパス面の改善によって、より本当にね、弱みがなくなったっていうのが、この Y アイコンのビエラになるんじゃないかと思います。もちろんドリブルに関しては多少の重さっていうのはあるんですけれども、そこも若干は改善をされてはいるので、ベースのビエラに関しては守備力がめちゃくちゃ高い。ベースでも高いし、勝手に取ってくれる力っていうのはあって、そういうかなりプラスの要素が大きかったんだけど、やっぱ人によってはめっちゃ重たい、パスずれるしっていうのがあったんだけど、そのプラスの要素をよりプラスにしながらマイナスのところを消したっていうのがこのビエラになるので、もうえぐいです。ほんまに半端ない。この人持ってたらだいぶ失点率が減る、それぐらいの選手にはなるなというふうに思いますね。こちらがミッドフィルダー選手のティアリストになります。もちろんね、ここに入れきれなかった選手いると思うので、気になる選手がいればですね、気軽にコメントいただければ嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいの撮ったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。